どうもー、ベルです。今回は、ドゥームスデイのヒーローティアリストシリーズということで、S ランクのヒーローについてやっていこうかなと思います。ヒーローのティアリストというのは、ドゥームスデイのヒーローを SS ランクから D ランクまでランク付けしたものになるんですけども、少し前の動画でどのヒーローがどのランクなのかということについてはお伝えさせていただいたので、まだそちら、ご視聴いただいてない方は、そちらを先にご覧いただいた方が、この動画をより楽しめると思いますので、概要欄のリンクよりご視聴いただけると嬉しいなと思います。そして今回は S ランクのヒーローの解説ということで、S ランクにランク付けしたヒーロー、エレナ、ベラ、チュン、ビクター、宮本。こちらの5名ですね。どのヒーローも、戦いで、かなり使われるヒーローで、馴染み深い方も多いのではないでしょうか。もちろん、どのヒーローも強力なヒーローで、ドゥームスデイをプレイする上で、必要不可欠になるヒーローたちですので、ぜひ、今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。では、エレナからやっていこうと思うんですけども、エレナは第3世代の超強力な騎兵ヒーローです。高い火力、高い移動速度、そして範囲攻撃ダメージ軽減。これらを持ってますので、初心者の方から上級者の方まで広く活躍できるヒーローです。まず、レイジスキルなんですけども、こちらは持続ダメージです。なので、瞬間的な火力っていうのは一見低く見えるんですけども、合計火力という観点で見ると、しっかりと火力を出していくことができます。そして、範囲攻撃ダメージ軽減というところなんですけど、このゲーム、集団戦してるときに、相手からターゲットされていなくても、相手の強いプレイヤーからの範囲攻撃で部隊が削れてしまうことって結構あるじゃないですか。それをエレナは超大幅に軽減させることができるんですよ。で、そして、相手の範囲攻撃があまり脅威ではない強い人であっても、この効果っていうのは大いに活かしていくことができます。それはどのような場面かと言いますと、相手のラリー部隊に対して単独で攻撃している時です。相手のラリー部隊に対して短期攻撃するのは基本やめた方がいいんですけど、強いプレイヤー、目安としては、相手のラリーを打ってるプレイヤーより明確に強い場合は短期で攻撃するのはありです。ただ、自分より弱いプレイヤーのラリー部隊を攻撃したとしても、相手がルイなどの範囲攻撃を持っている場合、その範囲攻撃で大損害をもらっちゃうんですよね。ただ、このエレナを使っている場合は、もう話は別で、この範囲攻撃ダメージ軽減によって、かなり被ダメージを抑えることができます。なので、ラリー部隊を短期攻撃するときの適性っていうのも、このエレナは非常に高く持っています。だからといって、格上のラリー部隊を短期で攻撃することは、本当にもったいないので、そこは注意が、必要になるんですけども、対ラリー部隊の騎兵ヒーロー、ジョナサンとは、何だったのかと言いたくなりますよね、本当に。あくまで、エレナの専門ではないのに、その本来の本職よりも適性があるという、
なんかもう恐ろしい時代ですね。まあそんなことは置いておいて、もうエレナは、もうすべてのスキルに無駄がなくて、もう覚醒させることで移動速度も上げていけて、もうめちゃめちゃ使いやすく、そして強いです。今後も超強力な騎兵ヒーローとして、長く活躍していくと思いますので、非常にお勧めできるのかなと思います。では次に、同じ騎兵ヒーローのベラについてなんですけども、ベラ、なんやかんや言っても強いんですよ。ベラは第2世代ということで、比較的古めのヒーローで、ベラの後に、先ほどご紹介したエレナ。そして最近実装された最強ヒーローの一角のシラヌイがいるので、まあ、最近、ベラの注目度っていうのは、下がってきてしまったかもしれないんですけど、ベラ、やっぱりめちゃめちゃ強いです。何が強いかというと、彼女、火力がとんでもないです。通常の攻撃アップに加えて、ダメージアップを持ってるのもそうなんですけども、彼女の魅力は、なんといっても、レイジスキルにある、相手に被ダメージアップのデバフをかける効果です。3秒間、相手の被ダメージを20% 増加させるというのは、まあ、これ、3秒間だったら、まあ、そんなにこっちが与えるダメージ増えなそうじゃないと思われた方いらっしゃると思うんですけど、これ、もうめちゃめちゃ重要で、ベラをリーダーで使っているときに、レイジスキル打った後、アシスタントのレイジスキルも発動するじゃないですか。で、そうすると、アシスタントのレイジスキルが、この、デバフが相手にかかった状態で、発動できるので、ダメージかなり上がるんですよ。それと、集団戦してる時を想像していただきたいんですけども、例えば、10部隊対10部隊で戦っている時、その時って、1部隊対1部隊の戦いが10個起こってるわけじゃないじゃないですか。互いに10部隊で相手の1部隊を攻撃していって、1部隊ずつ落としていくのが基本になるので。で、そうなると、この被ダメージアップのデバフが、もうかなり効いてきて、もう一気に相手へのダメージの通りが良くなりますし、ベラって第2スキルで初期にレイジを持った状態で戦闘を始められるので、最初にレイジスキルを打ちやすいんですよ。で、そうなると、相手に被ダメージアップのデバフをかけた状態で、味方のレイジスキルで集中攻撃していって、相手を落とすことができるので、もう非常に優秀なのかなと思います。また、この火力の高さから、ラリーをすることもできて、このベラと同じく、騎兵ヒーローの、スベンと、組み合わせていったベラスベンラリーっていうのは、もうかなり凶悪です。ベラの超火力とスベンの硬さが相まって、めちゃめちゃ強いラリーを打つことができます。最近は、ちょっと、ジュリアラリーが強すぎて、そっちに押されちゃってるのも、事実ではあるんですけど、それでも、ベラスベンラリーも十二分に強いので、また、第2スキルで、レイジ獲得を持っているのも、非常に強力なポイントで、レイジスキルを一発だけ撃って、相手のレイジスキルを、食らう前に撤退する。一撃離脱戦術でも、非常に
活躍を見込んでいくことができますし、バトル外での、移動速度を 30% 上げることができるので、移動速度部隊として、使っていくときも、非常に活躍を見込んでいけるのかなと思います。というか、騎兵のレジェンドヒーローの中で、バトル外という条件こそあれど、一番移動速度高いのってベラなので、今後も長く活躍を見込んでいくことができますので、非常にお勧めできるヒーローの一人なのかなと思います。では次に、チュンなんですけど、チュン、私、大きな声で言わせてください。チュンは強いです。ちゃんとめちゃめちゃ強いです。どうしても最近、射撃といえばジュリアだよねっていう流れと、レイジスキルを打つのに1200レイジ必要なのって、さすがに重たいよねっていうので、ちょっと評価が下がり気味だと思うんですけど、おそらく日本で一番チューンを使ったかもしれないプレイヤーとして言わせてください。チューンの範囲火力はえげつないです。めちゃめちゃ強いです。私、ラリーを打つときは、一番強い兵装セットを、ジュリアに、つけてるので、つけてるんですけど、逆に、ラリーを打たないときは、一番強い兵装を、チュンにつけて、ルイと組み合わせてるんですよ。わざわざ、ジュリアからチュンに付け替えてるんですよ。正直、結構手間なんですけど、そこまでする価値が、チュンにあると、私は思ってます。なぜかというと、チュンのスキル範囲。これ、直線上とはいえ、めちゃめちゃ広いんですよ。結構、扇状のスキルだと、何これスキル範囲狭いっていうことが結構あるんですけど、チュンのスキル範囲って、縦に広いので、むしろ、これ当たってくれるのっていう時が結構あるんですよね。そしてなおかつ、このゲームの範囲攻撃って、複数部隊に攻撃が当たると、その分、火力が下がってしまうことが多いんですけど、チューンは下がらないですし、1体だけに命中したら、むしろ、単体に与える火力っていうのは上がってくれるんですよ。もちろん、2部隊に当たった方が、総ダメージは全然多いんですけども、1体にしか当たらなかった時の保証があるのもいいところなのかなと思います。そしてチュン。何がいいかって、スキルダメージ上がるんですよ。ただでさえ、もう超高火力なスキルダメージを、さらに伸ばすことができて、基本は、ルイと組み合わせて使うんですけども、そのルイも、スキルダメージ、30% アップを持ってますので、非常に強力なのかなと思います。本当にスキルダメージアップがもうとんでもない数値になるので。そしてさらに、チュンは移動速度を 30% 上げれるんですよ。このゲーム、射撃部隊が一番移動速度が遅くて、どうしても逃げ遅れちゃうことが多いんですけど、チュンは逃げ遅れることありませんし、むしろ、この移動速度アップのおかげで、追撃に参加できることが多いので、もちろん、射撃部隊ということで、撃たれ弱くて狙われやすいんですけども、狙われなかったら、もう大量に敵を殲滅してくれるので、相手が使ってきたら、もう最優先で狙われ
狙わなきゃいけないヒーローですし、自分が使うときは、狙われても落とされづらくするために、自分の中で、最も強い並走セットをつけたり、いろいろ立ち回りでも工夫が必要なところではあるんですけども、野戦時の範囲火力はもう別格なので、もう使いこなすことで大量にキルを取っていくことができますので、チュンは今回 S ランクといたしました。では次に、ビクターですね。彼なんですけども、彼は現状最強の火力型の駐屯ヒーローです。もうしっかり強いです。駐屯ってどうしても守りきれても損耗比率という面で見ると負けてしまうことが多いんですけども、その悩みを解決してくれるのがこのビクターです。ビクターであれば駐屯時であってもしっかりと火力を出してくれます。そしてなおかつスキルダメージ軽減も持ってますので、攻撃面でだけでなく防御面も強化していくことができて、非常に優秀なのかなと思います。私、ラリーを打つ側の視点になるんですけど、駐屯にいると嫌なヒーローナンバーワンは、このビクターです。サンダーも耐久高すぎるので、もう相手にいて嫌なヒーローではあるんですけど、もうサンダーに関しては、もうある種の諦めですね。むしろいないことの方が珍しいので、いてもそんなに感情は湧いてこないんですけど、このビクターに関しては、強いプレイヤーは使っていても、全員が全員使ってるわけではないので。そして、もう火力型の駐屯ヒーローとしての脅威度は、もう正直、ビクターが、一番上で、もうラリー打つ側からすると、めちゃめちゃ強くて大変なんですよ。サンダービクター駐屯だと、サンダーが、もう回復専門になるので、レイジスキルで、火力を出していけるのは、ビクターだけのはずなのに、もうビクターの火力が高すぎるがゆえに、損耗比率を、イーブンに近い形に持ち込む、ビクターは、持ち込むことができるポテンシャルがあるので。で、それができるのって、現状ビクターだけなので、もうめちゃめちゃ優秀なヒーローなのかなと思います。ただ、効果が、駐屯中に限られますので、野戦やラリーでは全然強くはありません。なので、彼は、野戦部隊が育ちきった上級者の方向けのヒーローですね。ただ、もう強いことには変わりないですし、今後も火力型の最強駐屯ヒーローとして、もう長く使われていくと思いますので、今回は S ランクという評価をいたしました。では、S ランクの最後は、宮本について、語っていこうと思うんですけども、宮本、実装されたとき、めちゃめちゃ話題になりましたよね。で、実際の強さも、前評判通りで、めちゃめちゃ強いです。範囲攻撃のレイジスキル、ダメージアップに、攻撃アップに、移動速度アップに、非スキルダメージ軽減。強い効果をたくさん組み合わせたら、そりゃ強いんですよ。そして、このゲームは、もう陛下として、歩兵が一番強いゲームなので、
歩兵ヒーローというだけで、評価が高くなるのもありますね。で、また、アダットと、組み合わせることで、最大で移動速度が合計で 55% アップになりますので、相手が移動速度特化の強い騎兵部隊でない限りは、逃げ切ることができますので、諸島やアイランドでタイルキルなどを行って、ポイント稼ぎもバンバン行っていけますね。で、そしてもう、本当に宮本は火力が高いので、もうその火力を活かして、もうバンバン敵を倒していくことができますので、人によっては、SS ランクなんじゃないかと、思われた方、いらっしゃると思うんですけど、彼って、良くも悪くも単体で完結してるんですよ。相手にデバフを与えたり、味方にバフをかけたりすることはなくて、歩兵の高いステータスで攻撃力とダメージバフを上げていって、相手に多くのダメージを与えるのが彼の特徴なので。で、もちろん、それもめちゃめちゃ強いんですけど、で、正直、宮本の各スキルを点数化するとするならば、だいたい全部80点くらいなんですよね。レイジスキルもこれ、奥義上の範囲攻撃で、めちゃめちゃ強いんですけど、複数部隊に当たった時に、20% ずつダメージが下がっちゃうのが、これ結構痛くて、ルイやジェイコブだと、15% ずつしか下がらなかったんですけど、この 5% の差っていうのは、そこそこ大きいのかなと思います。で、覚醒スキルも、既存スキル強化でめちゃめちゃ強いんですけど、この攻撃力を 40% 上げて、移動速度 25% 上げるのって、そりゃめちゃめちゃ強いんですよ。ただ、このスキルも120点かと言われると、そうではなくて、覚醒で強化されるスキルということで、実質的に、スキル 1.5 個分として考えると、かなり強いよねの範囲で収まるんですよ。で、ちなみに、単体完結で SS ランクのヒーローって、ジュリアになるんですけども、このジュリア、通常のスキルは、第2スキル60点、第3スキル80点、第4スキル70点くらいになると思うんですけど、これ、覚醒させた時のレイジスキルが、もうあまりに強すぎて、もう冗談抜きで、このレイジスキル一つで300点くらいなんですよ。で、それが SS だとすると、宮本ってそこまではいかないなというので、今回は S ランクといたしました。あとは、野戦部隊としては非常に強力なんですけど、宮本でラリーを打つのは、そこまで強くありませんし、移動速度特化として使っていっても、どうしても移動速度特化の騎兵部隊には速度負けして逃げれないこともあります。ただ、歩兵部隊ということで、陛下の強さも相まって、早い段階から活躍させることができますし、移動速度特化部隊として使っていく場合にも、たまに追いつかれてしまうことを仕方ないと割り切れば、十二分にポイントを稼ぐことができますので、初心者の方にも非常にお勧めできるヒーローなのかなと思います。火力型の歩兵ヒーローっていうのは、もう本当に貴重で、今後も長く活躍を見込んでいけますので、S ランクとして
申し分ないヒーローなのかなと思います。はい。ということで、S ランクのヒーローについては以上になるんですけども、いかがでしたでしょうか？もう全員強いヒーローで、今のドゥームズデイの中心になっているヒーローたちで、どのヒーローも育成すれば大活躍間違いなしなので、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。次回はアイランドの解説を挟んだ後に、このゲームの最強ヒーローたちである SS ランクのヒーローの解説をやっていこうと思ってますので、ぜひこちらの動画もご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。